おはようございます。ケンです。先週のテスラを一言で表すなら、期待から証拠へです。先週はロボタクシーのマイアミ拡大、ウェイモの4大都市の展開、モデル Y の販売好調、FSD への強気分析、そしてテスラ株の下落、いいニュースと悪いニュースが混在して少し分かりにくい1週間だったと思います。ただ、僕は先週のテスラを見て、市場はテスラに対して次の夢ではなくって次の証拠、これを求め始めたと思います。今日の動画ではこの1週間のテスラを整理しながら、今テスラ株がどの局面にいるのか、そして来週以降どこに注目すべきなのか、これを見ていきたいと思います。まず先週のテスラ株です。テスラ株は一時379ドル台まで下落しましたが、そこから432ドル台まで反発しました。つまり380ドルの防衛という意味では一度成功した形です。ただしその後は430ドル台から売られ、再び393ドル台まで押し戻されました。ここが重要です。下では買われた。でも上では売られた。つまり今のテスラ株は強気一色でも弱気一色でもなく、方向感を探っている局面です。次に先週一番注目されたロボタクシーです。テスラはロボタクシーサービスをマイアミへ拡大しました。普通に考えれば大きな好材料です。ロボタクシーは FSD、自動運転、サイバーキャブ、AI、そして将来的な車両ネットワークにつながるテスラの未来事業の中心です。ただ、株価はこのニュースで上昇を維持できませんでした。僕はこれはロボタクシーが失望されたっていうよりは、セルザニュース、つまり材料出尽くしによる利益確定だったと見ています。ただし、本当に重要なのはそこではありません。市場がロボタクシーに求めるものが変わってきたということです。これまではロボタクシーを始めますというニュースだけで期待が膨らみました。しかし今は違います。市場が見たいのは実際に何台走っているのか、どの都市で運用できているのか、人間の監視はどれくらい必要なのか、事故率はどうなのか、そしてどれだけ利益を生むのか。つまりロボタクシーは期待のフェーズから証拠のフェーズへ移り始めているということになります。この流れを強めたのがウェイモのニュースです。ウェイモはサンディエゴ、ラスベガス、タンパベイ、デンバーの4都市で無人運転サービスを拡大すると報じられました。市場はもうテスラだけを見ているわけではありません。ウェイモと比べてテスラはどこにいるのか、ここを見始めています。短期的に見ると、ウェイモは実運用の証拠で強いです。一方で、テスラの強みは将来のスケールです。世界中に走る車両、FSD の学習データ、量産能力、そしてサイバーキャブという専用車両の構想、つまり、ウェイモは現在の証拠、テスラは将来のスケール、この違いがあります。僕はここが今のテスラ株の難しさだと思っています。テスラの構想が実現した時のスケールは非常に大きい。ただ、投資家がそれを今すぐ株価に織り込むにはまだ確認したいことが多いということになります。さらに先週は規制面でも重要なニュースがありました。ニュージャーシー州では無人商用車に対してカメラだけではなく追加センサーを求める法案が進められていると報じられました。もしこうした規制が広がれば、テスラのカメラのみのロボタクシー戦略には影響が出る可能性があります。一方で、アメリカではハンドルのない完全自動運転車を認める方向の議論も進んでいます。これはサイバーキャブにとっては追い風になる可能性があります。つまり規制は逆風だけではありません。追い風と向かい風が同時に存在している。今後のロボタクシーを見る上では、技術だけではなく規制対応も非常に重要になってくると思います。では、先週は悪いニュースばかりだったのか、僕はそうは思いません。自動車事業では前向きな材料も出ています。まず中国です。
テスラ中国は6月に国内で52,920 台を納車し、上海ギガファクトリーから36,171 台を輸出しました。モデル Y は引き続き強く、テスラの販売の大きな柱になっています。また、オランダでもモデル Y が2026年上半期に最も売れた車になりました。さらに LG エナジーソリューションはモデル Y 需要を背景に南京工場でバッテリー生産能力を拡大すると報じられています。これは重要です。テスラの需要が世界的に一様に弱いという見方は少し単純すぎます。地域や車種によってはモデル Y にはまだかなり強い需要があると見ていいと思います。次に FSD です。先週は FSD のバージョン14ライトが韓国で展開されたというニュースがありました。さらに、あるアナリストは、テスラの FSD が iPhone のような転換点に近づいていると評価しています。これは非常に興味深い見方です。iPhone も最初は高価な携帯電話と見られていました。しかし、その後生活を変えるプラットフォームになりました。もし FSD が同じように車の価値そのものを変える存在になれば、テスラの評価は大きく変わる可能性があります。ただし、ここでも大事なのは証拠です。FSD がどれだけ普及するのか、どれだけの人が購入するのか、サブスクでどれだけ収益になるのか、そして安全性がどれだけ実証されるのか、ここが見えてこないと FSD の価値はまだ期待の中に留まります。一方で慎重な見方も増えています。シティズンズはテスラの短期的な楽観論は過度ではないかと指摘しました。特にオプティマスやロボタクシーの立ち上げは市場の期待より時間がかかる可能性があります。ここは冷静に見る必要があります。オプティマスもロボタクシーももし実現すれば非常に大きな市場です。ただ構想が大きいことと短期的に売上や利益へ貢献することは別です。市場は今その時間軸を見極めようとしています。つまり可能性は大きい。でも今の株価を正当化できるスピードで実現するのかということになります。はい。ということで先週の結論です。テスラの未来は否定はされてはいません。ロボタクシー、FSD、サイバーキャブ、オプティマス、エネルギー、どれも非常に大きな可能性を持っています。ただし、市場はもう未来の物語だけでは満足しなくなっているんです。これからは何を発表したのかではなくて、何を実現したのか、これが問われます。ロボタクシーはどれだけ走るのか、FSD はどれだけ使われるのか、オプティマスはいつ量産されるのか、モデル Y の需要はどこまで続くのか、そしてそれらが利益率やキャッシュフローにどうつながるのか、ここがこれからのテスラを見る上で一番大事なポイントになると思います。来週以降は、まず株価では400ドルを維持できるのか、事業面ではロボタクシーの運用実績、ウェイモトの展開スピード、FSD の展開地域、そして中国や欧州でのモデル Y の販売を見ていきたいと思います。さらに今後の決算では利益率とキャッシュフローが大きな焦点になってくるんじゃないかなと思いますけれども、あなたは今のテスラ株についてどう思いますか？期待が先行しすぎていると思いますか？それともロボタクシーや FSD の将来価値はまだ十分に織り込まれていないと思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 393.45 ドルで、今週末が 407.76 ドルということで、上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は445票をいただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 56% で、これらの方が正解です。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は7名の方が正解です。そして連続正解は2週連続に6名となっております。このアンケートですが、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。
す。